皆さんこんにちは、モード A ののりです。本日はアイズワン日本サードシングルヴァンパイアのサイン会レポ、オニョンチュのサイン会レポの話をしていきたいと思います。まずはじめに会場でお声掛けくださった皆様、撮影にご協力してくださった皆様、素敵なプレゼントとかね、グッズくださった皆様、本当にありがとうございました。また、アイズワンのメンバーやね、スタッフの皆様、11月のカムバック控えている中、本当に忙しい中、この度はね、WithOneに最高のひとときをいただきありがとうございました。もうね、毎回、本当に夢のような時間を過ごさせていただいております。はい、それでは早速本題に行きましょう。10月14日、東京流通センターで開催されたヴァンパイアのリリーベ第3部のウォニョンちゃんのサイン会に私参加してきました。もう先に結論から言っちゃいますと、じゃん！はい、こちらウォニョンちゃんに書いていただいたサインなんですけども、自分の娘の名前を書いていただけて、さらになんとヴァンパイアを歌って、振り付け付けて歌ってくれました。もう本当に幸せすぎて、もう感動しすぎて胸が熱くなりました。それでは詳しく伝えていきたいと思います。第1回目の好きと言わせたいのリリーベ、そして第2回のブエノスアイレスのリリーベ、両方参加しました。その2回ね、参加しただけあって、ちゃんと戦略を立てたりとか目標を持って参加できるようになりました。それが3回目です。今回ね、実は2つ目標を立てました。自分の娘、7月に出産したんですけれども、娘の名前を CD に書いてもらう。こっちね、CD に書いてもらうこと。はい、そしてもう一つがヴァンパイアを一緒に歌ってもらうことという2つを目標を立てました。今回ね、私の戦略ポイントをお伝えしたいと思うんですけれども、名前ってサイン会っても自分の名前しかね書いてもらえないんですよ。身分証明書を照らし合わせてチェックされるんですね。ローマ字とひらがなだったかな。はい、私はいつもローマ字で書いてもらうんですけれども、なので自分の名前以外を書いてもらえないんですが、やっぱりね、皆さんファンサがいいのでですね、名前とか名札つけていくと書いていただけるっていうことがあると思うんですね。で、私今回自分の娘の名前を書いていただきたかったので、モニョンちゃんのねチケットケース、はい、胸にこれかけていったんですけれども、こうやって、はい、でこの中に実は戦略その1、はい、私と娘の写真を入れていきました。でね、それだとアリアっていう名前なんです。娘が名前がもしかしたらスペルが難しいかもしれないし、それでねスペル説明して時間取られるのがちょっともったいないと思ったので、ここにこっそりですねアリアって名前を書いてつけていきました。そしてもう一個のね目標、ヴァンパイアっていうのを一緒に歌ってもらうのは、これはですね、質問とか投げかけてて考えて回答するまでの時間って結構あるじゃないですか。それがちょっともったいないなっていう、こうなんか欲が出まして、なのでもうこれは自分の思い出としてヴァンパイアのリリーベだったので、一緒に歌をヴァンパイア歌えたら嬉しいなっていう気持ちで考えました。そしてね、イベントレポートの方でお伝えしたんですけれども、お渡し会参加した時にちょっとだけね元気がなさそうに見えたんです。なので一つ前のブエノスアイレスでイベント参加した時に英語で喋ったらすごく楽しくできたので、なのでサイン会の方はね全部英語で話しかけてみようというふうに決めてみました。はい、では実際の段取りなんですけれども、会場に着きました。自分のねチケットを見せて、サイン会の入場に入っていきます。で、荷物チェックがあるんですね。荷物チェックの方をしてもらいます。で、なんかピーって空港でチェックするようなやつでチェックされます。はい、もうね、運営の人すごい今回優しくって、なんかいつも笑顔で対応してくださって、なんかこちらは緊張すごいのですごく心がほぐれました。で、サイン会は今回ねピンクの用紙だったんですけれども、書いてもらう名前を書きます。ローマ字かひらがなですね。で、後ほど身分証と照らし合わせて間違いがないか、違うこと書いてないか、あだ名じゃないかなどをチェックされます。で、その書いた紙とこのジャケットを持って並びます。で、スタッフさんに渡して、一つになんかまとめてもらうんですね。でね、メンバーごとにレーンがあるので、そちらに並びます。モニョンちゃんレーンに並びました。もうね、結構小さな会場だったので、今回すごく列も短い感じもしたし、短いことないんだよな。でも幕張メッセの時よりもすごく短く感じました。あと両隣がすごく近いので、実際にねどんどん自分の順番が近づいてくるとね、両隣のメンバーがよく見えました。最初並び始めの時は前後のWithOneさんとかとちょっと話しながらですね楽しく過ごしてるんですけども、もうどんどん自分の番が近づくとですね、何を話すんだったっけかなみたいなのを頭の中で整理始めて、イメトレをするわけですよ。そして挑みます。でもね、
56人78人ぐらいのところに来ると本当に両隣がすごく見えるので、今回ね右側がチェヨンちゃんで左側がユリちゃんだったんですけど、右側のチェヨンちゃんをまずチェックします。そうするとねめちゃめちゃ神対応なんですよ。すごい優しくって、こう With1 の方にこう前のめりで話したりとか、こうなんか多分質問してないのに話自分でかけてあげたりとかしてて、なんかすごいこんなにファンサ良くてそれ惚れてまうやろうと思いながらですね覗き見をしていました。ちょっとね今度やっぱチェヨンちゃんに会ってみたいなっていう気持ちが強くなりました。はい、そして左がゆりちゃんで、もう今回金髪でねめちゃめちゃお人形さんみたいなんですよ。なんかすごいにぎわって話すとか前のめりっていうよりはちょっと本当お人形さんのように座りながら、もうじっと With1 を見つめながら話をっていう感じで話してる印象でしたね。もうねそりゃちょっとそんな眼差しで見つめられたらもうドキドキ止まらないでしょっていう、はい両座り目の保養でしたね。はい、そしてですね3人ぐらいになってるとこう隙間からオニョンちゃんも見えるようになってくるんですね。なのでめっちゃガン見しながらですね頭の中でこう整理してるわけですよ。はい、そしていざ自分の番になりました。そしたら紙をスタッフの人に渡します。これと一緒にね、はい、書いてもらう名前の紙とこれを一緒に渡します。そして自分は待ってて、そのオニョンちゃんに紙が渡りました。そして自分の番でオニョンちゃんの前に行きます。はい、そしてここからがねスタートです。はい、実際に紙が渡りました。そして私が前に行きました。ここからは全てね英語で話しております。はい、そして早速ね多分ねこのねトゥーノリコっていうのを書き始めながらね私と話を始めるんですね。で私は早速「ヘイワニョン」みたいな感じで言いました。そしたら「はい」みたいな感じで言ってて、あれなんかそれ日本語じゃない？はいっていう風になり、前回参加した時にあなたに私赤ちゃんができたのっていう話をしたんだよっていうことを言いながらこの写真を見せるわけです。これがそうだよって言って、そしたらボニョンちゃんが「かわいい!」って言ってくれました。ありがとう、お世辞でも嬉しいです。まあちょっとねちっちゃいから可愛いって言いたくなるよね。はい、なのでですねこの写真を見せて、ここにアリアって書いてありますので、娘の名前はアリアっていうのっていう、なんかもうおこがましいんですがこれを書いてほしい一心でですね、CD は今回ね娘にプレゼントしようと思ってるのでアリアっていうところを見せて、そしたらやっぱりさすがの神対応、アリアっていうのを気づいて、はいこちらですよ。アリアハートハートハートで顔になってますよね。見て、はいを書いてくれました。これね自発的にオニョンちゃんに書いてもらうっていうのがポイントなんですよ。ルール上ですね、自分の名前以外は書いてもらえない、紙にねのりこしか書いてないのでっていうことなので、書いてって言わずともオニョンちゃんは書いてくれました。さすがです。そしてですね早速次の目標に私の中でスイッチしてるわけなんですけれども、一緒にねオニョンちゃん一緒にヴァンパイア歌ってくれませんかって言いました。そしたらなんかこうサインを書きながら、多分ねこの猫ちゃんを書き始めてくれたなと思うんですけども、ウサギかな、ウサギだったかな、あウサギだね、これ耳曲がってるもんね。はい書いてくれながら、こうウサギを書いてくれながらですね、もしヴァンパイアとか言いながら、めっちゃちっちゃい声だったんですけども、こう書きながら歌ってくれたわけですよ。だからもう私もすかさず「もしヴァンパイア」って言いながら、はい、一緒に歌いつつ、そしたらこれを書き終えたら何かを考えたんです一瞬。そして少し間があって、私もなんだと思ってどうしようと思ったら、まさかのですよ、愛を映しましょうで、もうこの眼差しで手振り付きで歌ってくれました。もうなんかもしヴァンパイアの時はこう下をちょっと書きながらなんでボソボソ歌ってたんです。で止まって少し曲がってこっちを見ながら愛を映しましょうですよ。やばーい、もうこれはてか思い出したらちょっとにやけてきた。やばくないですか？これやばいでしょ。多分振り付けは愛に変わりましょうの2番の振り付けだと思うんですけれども、愛を映しましょうって多分 PV ではねこのシーンですよね。ふにゃちゃん歌ってるからそこを多分やってくれたなと思うんですけど、もうちょっともう本当にやばかったです。可愛すぎてなんかねふにゃちゃんは書いてるから椅子に座ってるんですね。で私立ってるんですよ。しかももともと大きいのでめっちゃ上からちょっと見てる感じですけど、こう見上げられる感じで言われるわけですよ。上目遣い。もうなんだろう、美しいじゃないですか、ボニョンちゃんって。でも可愛いじゃないですか、ベビーフェイスだから。もうやばかった。
でこの辺りでおそらく剥がしなのかもう時間ですなのかもう全然記憶ないんですよ、もう夢中すぎて。でなんかどっちかがあってもう行かなきゃいけないんだと思って最後にもうなんか一言言いたいと思ってもうゴニョンちゃん愛してますみたいなこと言って最後にやっぱこれがね多分一番あると思うんですけど、もう心底尊敬してますとゴニョンちゃんに伝えたら今日一の笑顔を見せてくれましたね。なんかちょっとやっぱり本当元気がなさそうな印象が少しあったんですよ今回のリリーベね。なんですけれども最後にめちゃめちゃ笑顔になってくれてすっごい嬉しかった。最後にズギュンでした。でねその後にこれね多分ウィズワンあるあるだと思うんですけども、荷物をカゴに入れるんですよ、サイン会直前にね全ての荷物を。はい、そんでね最後に終わった後に引き取っていくんですけど、カゴから荷物を引き取る時のもうニヤニヤが止まらない感じ、これもちょっと恥ずかしいレベルぐらいのニヤニヤ感になったんですけど、でももうこれはもうねウィズワン共通だと思うのでもうニヤニヤしまくって出ていきました。というわけで今回もね充実しまくり大満足の最高のサイン会でした。ゴニョンちゃん本当に今回も本当に幸せをいただきましてありがとうございます。もう本当に大変だと思います。忙しいと思います。疲れてるかもしれないんですけれども今回もねイベントねありがとうございました。皆さんはサイン会でどんなことをお話しされましたでしょうか。26日はね名古屋だと思うのでねそちらもぜひコメントとか残していろいろ教えてください。どんなやり取りしたんでしょうか。またね今後参加してみたいなとか気になってるなっていう方のね参考になったら嬉しく思います。でねやっぱ改めて今回ねちょっと本当にゴニョンちゃんが元気なさそうに見えたので、それは1回目と2回目参加した時と比べると少し元気がなさそうに見えたので、もう3回私参戦してもう死ぬほど幸せと元気をたくさんもらいました。なのでね次はねまたあると思うので次リリーベ参加するときはねゴニョンちゃんにたくさん幸せあげられるようにたくさん元気をあげられるようにね恩返しのゾーンに入っていきたいと思います。本当にいつも可愛い笑顔とパフォーマンスでたくさんイベントでは実際にねいろいろもらって本当に元気をもらってますのでこれからもねたくさん応援していきたいと思います。いつもありがとうございます。はい、というわけで長くなりましたが今回私の参加レポサイン会レポのお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、YouTube も1万人超えて次の目標は10万人なのでもしチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。評価の方もお待ちしております。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。See you!ちょっとおまけ的に余談なんですけれども、はい、実は今回ね、イベント参加するときに首からはこちらのゴニョンちゃんのネームプレートと、ネームステッカーを付けさせていただきました。こちらゴニョンちゃんのネームプレートは、高文さんありがとうございました。おかげでねアピールできました。そしてこちらねゴニョンちゃんの可愛いねイラスト描いてあるんですけれどもデラさんとさやこさんありがとうございました。おかげでね YouTube の話なんかもできてねとても助かりました。はい、本当に可愛い企画ありがとうございました。